こんにちは、沢渡です。今回はペイントソフトのクリップスタジオを使っていろいろな角度から自分好みの顔を描く方法を解説します。多くの人が様々な角度から顔を描くのが難しいと感じています。ましてや自分が可愛いと思う顔を描くのはさらに難しいかもしれません。中にはこれをマスターするためには特に初心者にとって鬼門であるパースの技術を習得しなければならないと思っている方もいるでしょう。しかし、実は必ずしもそうではありません。クリップスタジオの 3D モデルを使うことで、様々な角度で、しかも皆さん好みの可愛い顔を描くことができるようになります。皆さんの中には 3D モデルを使うのはズルだし、それだと自分の力で描いたことにならないのではと思った方もいるかもしれません。しかし、それは理想の話で、現実とは違います。今、パースがわからなくて角度を変えて描けない状況と、パースを習得して 3D を使わずに描けるようになる理想の状況を比べてみましょう。その差を埋めるために、今自分ができることを実行することが重要です。私のエンジニアとしての経験から言えるのは、とにかく目的を満たす結果を出すことが大事だということです。理想にこだわりすぎて難しい道を選び、挫折してしまうことはよくあります。実際、昔の私もそうでした。今回の目的は、いろいろな角度から可愛い顔を描けるようになることです。もし 3D を使わずに描けるようになりたいなら、補助輪のように 3D を使い、いずれ必要なくなったなら使うのをやめればよいのです。そこで、まずはクリスタの 3D モデルを使って、いろいろな角度で描く経験を積みましょう。これによって立体を理解する基礎を固めることができます。クリスタの 3D モデルにはパース定規という機能があり、アングルを変えるとパースがどのように変わるのかが直感的にわかるのです。ただし、今回ご紹介する内容はクリップスタジオ 2.0 以降の機能ですので、クリスタをお持ちの方はバージョンが 2.0 以上であることを確認してください。この動画を最後までご覧いただくことで、僕が開発した可愛い顔の比率だけではなく、これから皆さんが学ぶイラストの講座から自分に合った可愛い顔の描き方を見つける方法も解説します。イラストを上達させるためには、知識だけではなく、実際に練習を重ねることが重要です。しかし、多くの方が仕事や学校で忙しく、十分な練習時間を取るのが難しいと感じているでしょう。そんな忙しい皆さんに向けて、もっと効率的にイラストの技術を向上させる方法を近日中に公開します。新しい動画を見逃さないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。ちなみにクリスタは買い切りで約4000円、月額課金なら100円から利用できます。まだペイントソフトを持っていない方は、この機会に導入を検討するのも良いでしょう。なお、私はクリスタの回し物ではありません。今回の動画を見てクリスタに価値を感じたら導入を考えてみてください。クリスタユーザーになって 3D しよう。それでは本題に入っていきます。顔の描き方を立体的に捉える方法と、僕の比率の取り方をクリップスタジオの 3D モデル機能を使ってわかりやすく解説します。そして皆さんが理想的な比率を見つける方法もご紹介します。ここからの内容で特に大事なのは、クリップスタジオの 3D モデル機能を使ってどのように頭部を立体的に捉え、それを使ってどのように自分なりの比率の取り方を作り上げていくかというプロセスを理解することです。クリスタを使ったことのない人には、どこに 3D モデルのメニューがあるのか、それをどうやって使うのかもわからないと思いますので、まずは基本的な 3D モデルの使い方から解説していきます。まず、頭部の比率を見やすくするためにグリッドを設定します。クリスタを開き、素材パレットメニューから 3D を選び、プリミティブの中から立方体をインポートします。アイコンをクリックして、キャンバスにドラッグ&ドロップするだけでインポートできます。次に、立方体の真横の面が正面を向くように、向きを調整します。パースがついていて歪んでいる場合は、ツールプロパティのパースを1に設定すると、歪みが小さくなります。もしツールプロパティが見つからなければ、ウィンドウメニューを開いて、ツールプロパティにチェックがついていることを確認してください。次に、頭部の比率は3分割よりも4分割の方が測りやすいので、ツールプロパティから分割線を4に変更しましょう。これによって立方体上に4等分線が表示されます。最後に、レイヤーパレットの立方体を右クリックして、ラスタライズを選択し、立方体を 3D から 2D に変更しましょう。こうすることで後々面倒を避けることができます。次に、頭部の 3D モデルをキャンバスに取り込みましょう。まず、素材パレットメニューから 3D を選び、頭部のモデルを選択します。その後、モデルをドラッグ&ドロップすることで、キャンバスに簡単に取り込むことができます。次に操作ツールを選択し、モデルをクリックします。モデル上に表示されているメニューアイコンの左から3番目を選択し、上下にドラッグするとモデルの大きさを調節できます。
この操作を使って立方体で作った枠に頭部を合わせます。位置を合わせるときは左から2番目のメニューを選択してください。次に頭部の比率を設定する方法について解説します。まず、モデルを選択した状態で画面左側にあるツールプロパティに表示される設定項目を確認してください。ここでモデルのプロポーションを変更することができます。顔パーツ操作というセクションでは目の大きさや位置、頭部の大きさ、鼻の高さなど各パーツを細かく調整することができます。これを使って自分好みに合わせてモデルをカスタマイズしましょう。次に僕の頭部の比率にモデルの比率を合わせていきます。お手本となる正面を向いたイラストをキャンバスにインポートし、不透明度を下げて透かします。不透明度はレイヤーパレットのバーで調節できます。画像を透かすと目や鼻、口、耳の位置を確認できます。頭部を等分に分割すると比率が決めやすくなります。僕の正面絵では頭部を4つに分割したとき、上から3つ目の分割線に眉、3つ目と4つ目の間に下まぶた、4つ目に鼻の穴、耳は4つ目を起点に、3つ目と4つ目の中央に位置しています。それを忘れないようにキャンバスにメモしておきます。しかし自分で決めた比率ですが、どうも耳が小さく見えることに気づきました。これまで僕はコロソの講座を参考にして、鼻の下から目頭ぐらいの高さを基準にしていました。しかし、もっと自然な比率があるかもしれないので、他のイラスト講座で耳の高さがどうなっているかを調べてみました。伊豆の解剖学者である加藤浩太助教のツイートを見つけました。彼は耳は鼻の下から眉までの高さだと書いていました。それで僕も耳の比率を少し書いてみました。すると、こちらの方が自然に思えたので、比率を見直すことにしました。しかし、耳の高さまで耳を大きくすると、やはり大きすぎるように感じました。そこで、分割線の上から4つ目を起点に、3つ目と4つ目の8分の7くらいの高さにしてみました。これが一番自然に見えました。僕は自分の顔の描き方をこのように変えていきます。とりあえずお手本の特徴を理解して取り入れると、使っていくうちにもっとこうした方がいいんじゃないかという気づきを得て改善していくということです。これがポイントです。つまり、先人の作品をベースに、どんどん自分好みの要素を入れ込んでいくのです。これを繰り返すと、いずれ元の比率とは似ても似つかない自分だけのプロポーションがいつの間にか作り出されていることでしょう。僕の比率を覚えること自体には意味がありません。皆さんは自分が好きだと思う絵描きさんの正面絵をキャンバスに貼り付け、比率を計算してみてください。これはただの分析であり、表説ではありません。先人の絵を理解し、自分の絵に取り入れることで上達するのです。さて、これで正面からの比率が完成しました。しかし、立体的に顔を捉えるためには正面だけでなく横や上、下の理解も必要です。特に横から見た時の比率の計算は重要です。上下の比率は正面と横の比率を決めれば自然と決まります。では、横から見た時の比率も同じように決めていきましょう。まず、キャンバスを横に広げて立方体と頭部のモデルを複製します。その複製したモデルを正面のモデルの横に配置し、比率を調整します。僕はコロソの木村木さんの講座を参考にして頭部の奥行きを耳を基準に前後5対4の比率に設定していました。しかし、実際に頭部モデルを配置してみると、頭部が前後に長すぎるように感じました。そこで再度木村木さんの講座を確認したところ、5対4という比率自体は正しかったのですが、僕がその基準となる長さを勘違いしていたことが分かりました。そのため、基準の長さを改めて計算し直すことで、違和感を解消することができました。こうして比率が決まったら、普段のイラスト制作に使いやすくなるよう、この 3D モデルをテンプレートとして保存しましょう。まず、素材パレットで右クリックし、新規作成を押してフォルダを作ります。次にメニュー上部の編集メニューを選択し、素材登録、テンプレートをクリックします。ただし、レイヤーパレットのすべてのレイヤーがテンプレートとして保存されてしまうので、必要なレイヤー以外は削除してしまいます。では、再度素材登録していきましょう。先ほど作ったフォルダを選択して OK をクリックします。作成したフォルダに保存されたテンプレートをドラッグ&ドロップでインポートすることで何度でも再利用できます。比率を変えたら同じ手順でテンプレートを保存しましょう。もし前の比率の方が良かったと気づいた時に戻せるように、テンプレートにつける名前は別々の名前をつけて1位にしておいた方が良いです。さあ、ここまで来たら、このあたりを使っていろんなアングルから顔を描いてみましょう。これが一番楽しい時間かもしれませんね。ここまでで自分だけの顔の比率の作り方を説明しました。しかし、このままでは当たりとしては不十分かもしれません。例えば、頭部のモデルだけでは目の立体感が理解しづらいかもしれません。また、正面と真横の比率を決めたものの、斜めから見た角度がうまく描けないこともあります。そこで、3D モデルを増やして当たりを取りやすくする方法を解説します。
クリッサの 3D 機能では、モデルを選択した状態で 3D モデルをインポートすると、アングルを変えた時にインポートしたモデルのアングルも連動して変更されるようになります。例えば、目を球体として認識するために目に球をセットしてみましょう。球をインポートしたら、ツールプロパティのオブジェクトスケールを変更してサイズを調整し、矢印を押して位置を整えます。このままだと頭部のモデルの目が隠れてしまうので、ツールプロパティのアルファの設定を不透明から半透明に変更します。すると不透明度のバーが表示されるので、これを0にすると重要の線だけが残ります。ただし、この不透明度の変更は頭部モデルでは使えないため、少しだけ球を目よりも手前側に配置しないと頭部モデルに埋もれてしまうことに注意してください。次に、斜めから見た時の頭部のあたりが描きたい顔に近いかどうかをチェックしましょう。斜めの角度で描かれた絵をインポートし、頭部のモデルに合わせます。すると、頬の膨らみが少し足りないことに気づきました。そこで再び、頭部モデルを選択した状態で球をインポートします。もし球がどこに行っていたかわからなくなったら、サブツール詳細メニューのオブジェクトリストを選択すると、この球を選択することができます。矢印をドラッグして位置を整えました。見た目は不格好かもしれませんが、かなり近い形になりました。3D モデルはあくまでも当たりに使うもので、より自分にとって好きだと思える形や比率にすることが重要です。次に、前髪と横髪の当たりにするための角錐を配置しましょう。可愛い顔にあたって髪の毛の存在は必須です。髪の毛の比率が合わないためにあまり可愛くない顔になってしまっているパターンも往々にしてあります。プリミティブフォルダにある円錐をインポートしましょう。これを帽子のように額に配置しました。角錐の頂点はちょうど前髪のつむじに当たるようなところにするイメージです。見栄えは良くないですが、これを使うと前髪と横髪のボリュームがどれくらいなのかのイメージがつきやすくなります。最後に後頭部に球を配置して、後ろ髪の毛束の流れを分かりやすくします。すると、球状の線に沿って線を引くだけで、後ろ髪の毛束の流れがすごく分かりやすくなります。頭部のポイントは以上です。ここまで設定したモデルを消してしまうともったいないので、改めてテンプレートに保存しましょう。編集メニューから素材登録を選択し、テンプレートフォルダに保存します。ここまでで自分なりの頭部の比率の作り方を解説しました。まずはこれをベースに自分が好きだと思った作品の比率を取り入れてどんどん改善していってください。それを繰り返すうちに気づけばかなり自分好みの可愛い顔が描けるようになってきているはずです。大事なのは小さな改善を繰り返すことです。これはもう手に垢がついたクリシェではありますが、毎日 1% の改善を続ければ1年後には最初の1が37になるのです。しかし、ダイエットなどがありがちかと思いますが、ある方法を学んでも気づけばそれを忘れて新しい方法に取り組み始めているという問題はありがちなことです。今回解説した内容も見るだけで実際に行動を起こせる人は少ないし、継続的にモデルの改善を行える人はもっと少ないです。とにかく自分はこのやり方でいくと決めることです。やっていくうちに改善点を見つけてどんどん変えていくのが理想です。地道に頑張っていくと必ず A のレベルが格段に向上しているはずです。それでは今日の動画をまとめます。頭部を立体的に捉え、自分なりの比率の取り方を作り上げるためには、クリップスタジオの 3D モデル機能を使うことが有効です。基本的な 3D モデルの使い方として、頭部の比率を見やすくするために、グリッドを設定し、頭部の 3D モデルをキャンバスに取り込み、お手本のイラストを参考に比率を設定します。自分なりの比率の作り方として、先人の作品をベースに自分好みの要素を取り入れて改善していくことを解説しました。目の立体感を理解するために目に球を配置したり、頬や髪のボリュームを示すために追加の 3D モデルを配置することを解説しました。最後に作成した 3D モデルの比率をテンプレートとして保存し再利用する方法を解説しました。こうすることで確実に立体感の認識力と顔を可愛く描く力が向上していきます。このチャンネルではイラスト技術の向上以外にも役立つ実践的なメソッドを紹介しています。画力を向上させたい、また仕事や学業などでもっと成果を上げたい欲張りな方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。